こんにちは、学びオタクです。今回は機動戦士ガンダムジークアクスより HG144 分の1ジークアクスを全塗装で仕上げていきます。この動画を見てくださっている皆さんなら今更ジークアクスの説明は不要でしょうから、早速今回の制作ポイントを解説していきます。学びオタクも仕事の休みに劇場へ足を運んできました。スクリーンで見るジークアクスの姿は迫力満点で、特に目や額の発光表現が印象的だったので、蛍光塗料を使って劇中の雰囲気を再現してみたいと思います。またキットをざっと見た時の第一印象は HG なのに塗り分けがしっかりされていて、もしかすると無塗装でも十分かもというものでした。しかし設定画や劇中シーンを改めて確認しながら作業を進めると、意外と細かい塗り分けが必要な箇所が多く、思っていた以上に手間がかかるキットだと実感しました。その結果塗装のやり直しを何度か繰り返すことになり、予定よりも制作時間がかかってしまいました。それでは今回の制作ポイントを詳しく見ていきましょう。今回のポイントは以下の3つです。1、肉抜き穴埋め。2、蛍光塗装。3、細かい塗り分けです。まず1つ目の肉抜き穴埋めでは、特に目立つ足裏の肉抜き穴をポリパテでしっかり埋めていきます。ここを処理することで完成後の見栄えが格段に良くなります。次に2つ目の蛍光塗装。ジークアクスの劇中で印象的だった目や額の発光表現を再現するため、ブラックライトで光るガイアの蛍光塗料を使用して塗装していきます。これによってより劇中の雰囲気に近づけることができます。そして最後の3つ目は細かい塗り分け。一見キットの色分けは十分に見えますが、設定画と比較すると細かい塗り分けが必要な箇所がいくつもあります。そのため細部までこだわって塗装を施し、よりリアルな仕上がりを目指します。ということで現在はパーツカットとゲート処理をしています。私学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。普段なら仮組みをして全体のバランスを確認するところですが、このキットはパーツが小さく、一度組み立てると分解するのが難しそうだったので、安全策として最初から仮組みすることなく加工していくことにしました。ではポイントの1つ目である肉抜き穴埋めをやっていきます。今回もいつものように布テープを作業マット代わりにして、その上でタミヤのポリパテをしっかり混ぜ合わせていきます。布テープの上で作業することで後片付けが楽になるので便利です。しっかり混ぜ合わせたらパテを足裏の肉抜き穴に盛り込み、スパチュラを使って表面を鳴らしていきます。この時少し多めに持っておくと乾燥後にヤスリで削りやすくなるのでおすすめです。このまましっかり硬化させた後、表面処理をしていきます。その後はペンサンダーを使って大まかにヤスリがけをしていきます。固まったポリパテをしっかり削り、パーツの形状に沿うように滑らかに整えていきます。細かい部分や曲面などペンサンダーでは削りにくい箇所はスポンジヤスリを使って丁寧に表面処理をしていきます。特に角の部分や曲線の仕上がりを意識しながら滑らかになるよう慎重に削ります。この工程をしっかり行うことで塗装後の仕上がりが格段に良くなるので、焦らず丁寧に作業を進めていきます。次にジークアクスの特徴的なオレンジを塗装していきます。このキットのオレンジ部分は小さく細かい部分が多いため、基本的に筆塗りで仕上げていきます。ただしオレンジは隠蔽力が弱く、下地の色が影響を受けやすいため、まずはエナメルのフラットホワイトを下地として塗装します。エナメル塗料を下地に選んだ理由は2つあります。1つ目は拭き取りがしやすいこと。はみ出した場合でもエナメル溶剤で簡単に修正できます。2つ目はアクリル塗料のオレンジを上から塗っても下地がにじまないこと。エナメルの上にアクリルを塗ると塗料同士が干渉せず発色が安定するため、綺麗な仕上がりが期待できます。しっかり下地を整えた上でオレンジの発色を生かして塗装していきます。次に不要なエナメルのフラットホワイトをエナメル溶剤で拭き取っていきます。はみ出した部分や塗りすぎてしまった箇所を綿棒やフィニッシュマスターにエナメル溶剤を含ませ、優しく拭き取ることで細かい修正をしていきます。
ここも丁寧に不要な部分だけ拭き取りすぎないように注意して拭き取っていきます。もし拭き取りすぎてしまった場合は改めてエナメルホワイトを筆塗りしてリペイントします。次にエナメルのフラットホワイトの上にアクリルのオレンジを筆塗りでのせていきます。使用するのはクレオスのオレンジイエロー。鮮やかな発色が特徴で、下地のホワイトを生かすことでより明るくはっきりとした色味に仕上がります。筆塗りの際は一度に厚く塗らず薄く塗り重ねるのがポイントです。塗料の伸びを意識しながらムラが出ないように丁寧に塗装していきます。数回に分けて重ね塗りすることで均一で美しいオレンジを表現できます。はみ出しを気にせず、まずは筆塗りでオレンジをしっかりとのせていきます。この後塗装したオレンジイエローをマスキングし、その上から別の色を塗装することで細いラインのオレンジをくっきりと表現していきます。筆塗りでしっかりと発色させた後にマスキングを施すことではみ出しを気にせず作業ができ、よりシャープな仕上がりを目指せるので、ここは思い切って塗装を進めていきます。顔の横のオレンジ部分については付属のデカールをマスキング代わりに活用しました。デカールをそのまま貼るのではなくマスキング代わりに使うことで、わざわざそれ専用にマスキングせずに済み、時間短縮につながります。残りのオレンジ部分はマスキングテープを細く切り出し、丁寧にマスキングを施しました。細かい塗り分けになるためテープの位置を慎重に調整しながら作業を進めています。マスキングが完了したら黒サフを吹きつけて塗装。これによりオレンジのラインがくっきりと際立ち、より精密な仕上がりを目指します。果たしてうまく仕上がっているのか、マスキングを剥がすまではわからないので、この瞬間が一番もどかしいです。綺麗に塗り分けられていれば成功ですが、にじみやズレがあると修正が必要になるため慎重に剥がして確認していきます。マスキングの精度が試される工程なので、期待と不安が入り混じる瞬間ですね。マスキングを剥がしてみたところ、これは成功ではないでしょうか。狙っていた通りの細さでオレンジのラインがしっかり表現できていると思います。マスキングの精度が試される工程でしたが、にじみやズレもなくシャープな仕上がりになったのではないでしょうか。この細いラインが加わることでより引き締まった印象になり、完成度がぐっと上がったように感じます。こちらは腰のオレンジのライン。マスキングテープを2枚重ねてしまったことでわずかに段差ができてしまいました。こうした細かいミスは避けたいところですが、塗装作業ではよくあることですね。そこで再度マスキングを施し、オレンジイエローを筆塗りで重ねることで微修正をしました。デカールを活用してマスキングした部分もこの通り無事に狙い通りにいきました。あと意外にもこのオレンジイエローは塗り忘れが多かったので、リペイントした一覧をこちらにアップしておきます。これは腰のパーツのオレンジイエロー部分。細かく見るとオレンジが多少はみ出ているので、こちらも改めてマスキングして微修正しております。あと背中のバックパックのバーニャの中、こちらも実はオレンジイエローなのです。こちらはマスキングした後に白サフ、オレンジイエローの順で塗装しました。あとは肩アーマーの裏部分のこちら、これも見逃していました。手の親指の付け根、こちらもオレンジイエローを筆塗りマスキング、その後に黒サフで塗装しました。首元のオレンジ、そして耳裏部分のオレンジも忘れていたので塗装しました。この耳裏部分、意外とバックショットで撮ると目立つのできちんと塗装しておくことをおすすめします。バックパックのこの部分のみクレオスのメタルブルーで塗装していきます。最初に筆塗りで仕上げてみたのですが、どうしてもムラが残ってしまったため最終的にエアブラシで修正しました。メタリックカラーは筆塗りだとムラが出やすいので、均一な仕上がりにするためにはエアブラシが効果的ですね。再びマスキングをして黒サフを吹いて修正の塗装をしました。まずは先ほどのメタルブルー部分の塗り分け、ある程度うまくいきました。境目部分が荒れている場合は
エナメルのフラットブラックの筆塗りで微修正します。こちらは腰の特徴的なオレンジイエロー部分、先ほど段差があった部分についてもなんとか無事に修正がうまくいきました。さてジークアクスのグレー部分はガイアのスターブライトアイアンで塗装していきます。このカラーは金属のような重厚感があり、メカらしさを強調するのにぴったりです。今回は特徴的な足首部分や関節、股関節、そして腰パーツのパイプ部分など機械的なディテールが際立つ部分にのみ使用します。スターブライトアイアンは発色が良く、メタリックの質感が強いため基本的に下地は黒サフにしています。今回はジークアクスを黒立ち上げ塗装で仕上げることでより重厚感のある雰囲気を表現していきます。そのためオレンジイエロー部分以外のパーツは全て黒サフを下地として使用します。黒をベースにすることで上から重ねる色に深みとコントラストが生まれ、落ち着いた仕上がりになるのが特徴です。この黒立ち上げ塗装によってジークアクスのデザインがより引き締まり、おもちゃ感をなくしていこうと思います。まずは本体の白のパーツから黒サフで塗装します。使用するのはガイアのエボブラックです。ホワイト部分はガイアのニュートラルグレー1を使用して塗装していきます。今回は黒立ち上げ塗装なのでパーツの中心部分から塗装し、端の部分をわずかに残すイメージで吹き付けていきます。こうすることで自然なグラデーションが生まれ、装甲に立体感と重厚感を持たせることができます。一気に白く塗りつぶしてしまうのではなく、少しずつ薄く塗り重ねながら調整していくのがポイントです。いよいよ蛍光塗装になります。ジークアクスの目の部分についてはガイアの蛍光ブルーグリーンを筆塗りしましたが、特徴的な額や胸の部分はパープルなのでここは蛍光パープルで塗装していきます。しかしガイアの蛍光塗料シリーズには蛍光パープルが存在しないため、蛍光レッドと蛍光ブルーを混ぜて自作の蛍光パープルを作ることにしました。今回使用するのはガイアのエナメルの蛍光レッドと蛍光ブルー、拭き取りを想定してガイアのエナメルの蛍光塗料を使用しました。その後ガイアのエナメル溶剤で余計な部分を拭き取っていきます。 UV ライトを当ててしっかり光るか、そして拭き残しがないかを確認しています。動画では少し分かりづらいですが、肉眼では UV ライトを当てることで拭き残しがはっきりして分かりやすいです。額の部分については小さな丸の部分に蛍光パープルが残りやすいように小さなドリルで穴を少しだけ深く掘っています。次にオレンジのパーツの下地として白サフを塗装していきます。オレンジは隠蔽力が弱く下地の色に影響を受けやすいため、発色を良くするために白サフを使用します。これにより鮮やかなオレンジをしっかりと発色させることができます。こちらは足のパーツ、実はかかとの肉抜き穴を埋めていなかったことに気づいたため改めてポリパテで埋め直しました。その後筆塗りで仕上げていた部分もより均一な仕上がりを目指して再塗装しています。クレオスのオレンジイエローを塗装していきます。このカラーは隠蔽力が弱いため一度に厚塗りせず薄く3回に分けて塗り重ねることでムラのない均一な仕上がりを目指します。特に明るい色ほど下地の影響を受けやすいので焦らず少しずつ発色を確認しながら塗装を進めていきます。赤のパーツも黒立ち上げ塗装で仕上げていきます。まずはガイアのエボブラックを下地として塗装、黒をベースにすることで赤の発色に深みを持たせより重厚感のある仕上がりを狙います。この後中心部分を意識しながら赤を重ねることで自然なグラデーションを作り出していきます。この後は赤の塗装に入りますが、赤は白が混じっていないため隠蔽力が弱く黒の下地に直接塗ると発色が悪くなるという問題があります。そこでワンクッションとして白が混じっているピンクを先に塗装し、その上から赤を重ねることで赤の鮮やかな発色を引き出します。この方法を使うことで深みのある赤を表現しつつ下地の黒の影響を抑えることができます。塗装の仕方は黒立ち上げ塗装と同様にパーツの中心部分から塗装し、端の部分をわずかに残すイメージで吹き付けていきます。これにより自然なグラデーションが生まれ立体感や重厚感のある仕上がりになります。ピンクの発色を生かしつつ
次に塗る赤がきれいに入るよう慎重に塗り重ねていきます。そして先ほど塗装したピンクの上からクレオスのレッドを吹きつけていきます。この方法を取ることで墨入れをしなくても端の部分や境目に黒が自然に残り、陰影が強調されるためより重厚感のある仕上がりになります。またピンクを下地にしていることで発色の良い鮮やかな赤が表現できるのもポイントです。塗装ムラを防ぐため薄く何度かに分けて塗り重ねていくことでより綺麗なグラデーションを作っていきます。青のパーツはクレオスのガンダムカラーライトブルーで塗装していきます。この塗料には白が含まれているため隠蔽力が高く下地の影響を受けにくいのでそのまま黒下地の上から塗装していきます。黒立ち上げ塗装の効果で端にわずかに黒を残しつつ中心部分をしっかり発色させることで立体感のある仕上がりを狙います。また腕の特徴的な円形パーツについてはオレンジイエローの部分をしっかり塗り分けるため円形マスキングテープを使用してマスキングしました。この方法なら綺麗な円形の塗り分けができるので仕上がりがよりシャープになります。ジークアクスの特徴的な赤のラインについては付属のデカールを活用して仕上げていきます。デカールを貼り終えたらその上から艶消しクリアを塗装し表面の質感を統一していきます。デカールの余白部分もなじませることでより自然な仕上がりになるように調整します。今回のジークアクスは基本的に艶消し仕上げですが蛍光部分オレンジイエロースターブライトアイアンの部分だけは光沢を残すことで素材感の違いを強調しより立体感のある仕上がりを目指します。水転写デカールとは違いクリア塗装で完全になじませることはできませんがシールタイプのデカールでも艶消しクリアを吹くことである程度なじませることができます。完全に消すことは難しいものの光の反射を抑えることで違和感を軽減できますね。オレンジイエローは光沢クリアを塗装して仕上げていきます。光沢クリアを吹くことでより鮮やかで発色の良い仕上がりになり他の艶消し部分とのコントラストも強調されます。特に今回のジークアクスは基本的に艶消し仕上げなのでオレンジイエローの光沢を生かすことで質感の違いを楽しめるようにしました。全ての塗装とクリアを終えいよいよジークアクスの最終組み立てに入ります。今回は仮組みをしていなかったため完成形を見るのがドキドキですが実際に組み立ててみるとパーツが驚くほど小さく精密でこれは本当に HG なのかと思うほどの細かさでした。途中でもしかして RG リアルグレードじゃないのかと錯覚するレベルの密度の高いキットでした。学びオタクは劇場でジークアクスを見たのですがこれからテレビ放映も始まるということで今後の展開がますます楽しみですね。また今後の機動戦士ガンダムジークアクスに登場するモビルスーツもこれまで以上に情報量が詰め込まれたデザインになりそうです。すでにジークアクス自体のキットもかなりの緻密なディテールと豊富なパーツ構成だったので今後発売される HG のキットもより作り応えのあるものになりそうな予感しかしません。またジークアクスをなるべく設定画に近づけようと塗装しましたがキット自体が小さいため予想以上に手こずる場面が多かったです。特にデカールを貼るだけでは細かいディテールの塗り分けが再現されていない部分が多く塗装で保管しないと設定画の雰囲気に近づけるのが難しいと感じました。やはりこのサイズ感で細かい色分けを再現するには手間をかけた塗装が必要不可欠ですね。ということで今回の HG ジークアクスの評価はこちら。キットそのものに情報量が豊富なため素組みでも十分かっこよく仕上がる印象でした。しかし細かい部分に注目すると手のひらや背中のバックパックなど意外にもカラーの塗り分けが必要な箇所が多いことが分かりました。そのため初心者おすすめ度は星2つとしました。理由としてはパーツが非常に小さく細かい塗り分けが求められることや特にオレンジイエローの塗装が意外と難しくハードルが高いと感じたためです。今回機動戦士ガンダムジークアクスを全塗装で仕上げてみましたがいかがでしたでしょうか。蛍光塗料を使用した部分もあるので最後に UV ライトを当てて光るジークアクスもぜひお楽しみください。またジークアクスを制作した方も多いと思いますのでぜひ皆さんの作ってみた感想やこだわったポイントなどがあればコメントで教えてもらえると嬉しいです。私もスキル向上のため
どんどん学んで実践していきたいと思いますので、その上達過程を見守ってくれると嬉しいです。そして今後もプラモデル制作の腕を磨き、制作過程やノウハウを発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定もよろしくお願いします。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお楽しみください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。You got me exclusive. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace. Yeah, I'm crazy. You like that? Don't back down. No, you drop back. Keep it spicy. There's a fact. We on the right track. Yeah.